皆さんこんにちは、皆川 R です。今回は、みんなの転職活動記シリーズです。今回の動画では、皆川 R チャンネルの視聴者の方に対して転職活動のアンケートを取り、その回答をもとに動画を作成しています。他のホームページ等では公開されていない、皆川 R チャンネル独自情報となりますので、ぜひお見逃しなく。今回は、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー、DTFA にアナリスト職で内定を得たピータローさんの転職体験談のお話をしていきたいと思います。ピータローさんよろしくお願いします。皆さんはじめまして、ピータローです。よろしくお願いします。本日のアジェンダは次の通りです。ピータローさんの経歴紹介、利用したキャリアエージェントについて、DTFA の転職体験談、転職活動を終えての気づき、それではまず、ピータローさんのご紹介です。このような経歴をお持ちの方です。ちなみに、ピータローさんは韓国籍の方となります。ピータローさんのように、日本国籍以外の方で、日本のコンサルファームへの挑戦の情報は貴重かと思います。ぜひご覧ください。皆川 R チャンネル。ここからは、質問形式でピータローさんの DTFA の転職活動結果についてお伺いしていきたいと思います。ピータローさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。何でも聞いてください。まずは、前職からコンサルへの転職を検討した理由を教えてください。はい、転職理由は3つあります。1、戦略部門と実行オペレーションの両方バランスよく経験してみたかった。2、倉庫管理作業は基本ルーチン作業が多いので、ルーチンに慣れていくことに伴い自分の成長スピードも遅くなったと感じ、転職を決意。3、また、倉庫管理は昼夜逆転が激しい。人間らしき生き方を求めて転職を希望。ありがとうございます。では次に転職活動の結果を教えてください。内定を得た企業は DTFA とアクセンチュアです。EYSC は不合格でした。複数の内定素晴らしいですね。では、次に利用したエージェントについて教えてください。DTFA はモーガン・マッキンリーにお願いしました。また、ロバート・ウォルターズにはアクセンチュアと EY でお願いしました。日系のエージェントは利用せず、すべて外資の利用です。両エージェントは日本でも有名なエージェントですね。私も一度話を伺ったことがあります。ただ彼らは基本日本語を喋れないんですよね。両エージェントを選んだ理由があれば教えてください。はい。外国人目線で外資のエージェント、外国人のコンサルを利用した理由をお話ししますね。まずは、応募先企業に日本語と英語、両方駆使できることをさりげなくアピールするためです。実際、エージェントとのやり取りは全て英語でした。また、エージェントに応募先に対して、私とエージェントは英語でやり取りしていることをさりげなくアピールするようにお願いしました。二つ目は、外資のエージェントはエリ、コンサル、外資系とのクライアント層が豊富だからです。日本国籍の方でも、海外経験が長く英語の方が楽だと感じる方が、外資系エージェントをよくお使いになるそうです。最後に、エージェントは、日本語が全くできない外国人の日本オフィス入社もサポートした経験があることから、異文化コミュニケーション力があると考えました。仮に私が面接官に出現してしまった時、言い訳してくれるかもしれないと思ったのです。以上の理由から外資エージェントを選択しました。ありがとうございます。しっかり考えられてエージェントを選定されているのですね。また、外資エージェントは IB、コンサル、外資系とのクライアント層が豊富というのもポイントですね。実際にエージェントを利用した感想を教えていただけないでしょうか。私は職務経歴書、履歴書の添削はしてもらわなかったです。エージェントさんが金融、戦略コンサル経験があるわけでもないし、二人とも日本語的にはポンコツなので、ただ、次のサポートをお願いしました。面接のスケジュール調整、面接官、過去問など、インタビュー関連情報収集、面接官からのフィードバック収集、FB を据え上げて自分を磨くため、賃金交渉のチップス。エージェントについて話していただきありがとうございます。ではここからは本題の DTFA の選考についてお話を伺っていきます。まず、選考全体の流れを教えてください。はい、書類審査の後、面接が3回ありました。ウェブテストはありませんでした。ありがとうございます。では、次に一次面接についてお話をお願いします。まずは一次面接の流れを教えてください。はい。まず一次面接ですが、マネージングディレクター1名でした。気さくで愉快な方でした。ググってプロフィールを見たら、めちゃできる人でビビりました。面接はウェブで行われました。面接の流れは次のような感じです。自己紹介、経験紹介25分、部門の紹介、面接官の紹介25分、基本的な財務知識5、10分、雑談5分。ありがとうございます。次に実際の Q&A を教えていただけないでしょうか。はい。では Q&A を再現しますね。自己紹介をお願いします。はじめまして、本日はお時間いただきありがとうございます。ピータローと申します。私は、丸のラストマイル部門で1、工程 KPI 管理、2、チェンジマネジメント3、コーチングをメインとしております。工程管理とチェンジマネジメントに関しましては、1、インバウンド、2、アウトバウンド、3、ソーテーション、4、リバース、ロジスティクスという物流の全般でプロジェクトをした経験があります。回答するときは、自分の経験を雑に語らないようにしました。転職活動を始めたばかりの時は、あまりにも緊張して話が全然まとまらず、落とされましたので、自信があるところにフォーカスすることに気をつけました。前職の〇〇では、大手自動車メーカーマーケットエントリープロジェクトに参加しました。マーケット選択、顧客のケイパビリティ分析を実施し、マーケットで顧客ケイパビリティを最大限活かせる進出戦略の立案をサポートしました。
〇〇、ラストマイルの KPI はどういうものがあります？その KPI を上げるためにどのように工夫しましたか？私が所属しているところの KPI は、出荷量、生産性などがあります。出荷量につきましては、回帰分析を基盤とする需要予測ツールを考案しました。ブレイク、未配を防ぐためには、需要予測が必要となります。ただ、現状講じられているツールのボトルネックは、リアルタイムでしか需要が見れない点でした。私は始業前と作業終了後の需要のデータを収集し、回帰分析を回して、始業前略中と最終値との関係性を洗い出しました。その結果、現場マネージャーは当該ツールを使い、工程の品質が上がり、回答するときは A には A'、B'、C'、D' があります。A' をするときには、丸が問題で、丸の原因は、はがあります。それぞれを解決するためには、という話し方をしました。また、経験紹介をする中で何度か深掘り質問をされました。最近グループのストラクチャーが変わったとのことで DTFA のサービスと顧客について説明してもらいました。ご説明の中で必ず質問をして自分が業界とジョブに興味があることを見せつつコミュ力の良さをさりげなくアピールしました。また面接官の経歴も教えていただきました。コンサル、ビッグフォーと地域創生系の準公務員、金融機関を経験しており素晴らしい経歴の方でした。自慢そうにお話しすることもなく気さくな方でした。FDD 経験、バリエーション等についての財務知識に関する質問もいくつかされました。具体的には IRR を使うときとコストオブキャピタルを使うときの条件の違いは EBITDA と営業利益の違いは等の質問もされました。FDD の経験については戦略コンサル時代は経験がないと回答しました。バリエーションに関する質問ですが、面接前に企業金融の教科書を使って NPV の計算方法、時間価値、IRR、WACC、YTM などの値引き率の定義と公式等をざっくり勉強しており、なんとか回答することができました。実際の業務では FDD は想定されていないのですが、リサーチする際に意味合いがわかるかくらいを見たかったかもしれないです。多分ですが。雑談では他社の選考状況等を聞かれました。ビッグ4のエルテストを受かっていることや面接アレンジ中であることなど素直に回答しました。ピー太郎さん、一次面接のご紹介ありがとうございます。一次面接を終えた際の手応えはいかがでしたか？面接後その場で次の選考行きますかと言って言われました。ピー太郎さん、さすがです。ではこのまま二次面接についてお願いします。まずは二次面接の全体の流れについて教えてください。はい。面接方法、ウェブ、面接官、シニアバイスプレジデントと一次面接のマネージングディレクターの2名。シニアバイスプレジデントは真面目そうな方でした。面接の流れ、自己紹介、経験紹介、経験のダイブディープ。ありがとうございます。では、一次面接のご説明同様に二次面接の QA をお願いします。はい。学生時代の戦略コンサルでのインターン、パネルメーカーの事業再生プロジェクトについて。アプローチは？設備の売却、滅却、新しいビジネスマーケットに進出することでアプローチしました。設備の売却先を選ぶ基準は？売却先は該当施設を使うインダストリーを選択。企業は利益が大体高く健全な企業。新しいビジネスマーケットに進出するための方法は？新たなビジネスをする方法は JV カイム&A。アシスタントだったので具体的契約状況は不明ですが、困難に落ちた企業を救える M&A に魅力を感じたとアピールしました。学生時代の戦略コンサルでのインターン、DX 戦略でのベンチマーク策定について。策定のアプローチ、要件定義は？実際にソフトウェアを使って落とし込んだわけでなく、競合他社、グローバル大手の戦略をリサーチし、ベンチマークのアイデアを提供するプロジェクトでした。ベンチマーク対象の選び方は？ AUM、運用資産規模、加入者規模、マーケットシェア、口座保有者数、人口で選定しました。新卒で入社した戦略コンサル時代について、マーケットエントリー。なんであのマーケット候補が出るのか？ GDP、法律、規制、戦略コンサルなら使わるあるアンサーです。洗い出したマーケット候補へのエントリー戦略アプローチは？顧客が各マーケットで保持していたコンピテンシー×各マーケット政府の政策のマトリックスを作りました。ペラペラペラ。日本で従事した大手会社 EC サイトのラストマイル配送部門の倉庫工程管理について。具体的な業務内容は？入荷、仕分け、出荷の生産管理とコスト削減をしました。入荷では XX、仕分けでは XX、出荷では XX。あ、ちょっと待って。生産性向上のために導入した A という仕組みって、なぜ実施したのか、無駄じゃないか。まず、荷物とカスタマーの性質を理解する必要があります。大型貨物でしたら、処理した荷物が数少ない場所に集中するので、A 仕組みの導入は不要ですが、私が所属している部門のカスタマーは一般消費者であり、所在地も分散、絶対 A 仕組みが有利です。XX。ピー太郎さんありがとうございます。二次面接終わった後の手応えはいかがでしたか？面接後、その場で次行きますってまた言われました。笑い。ピー太郎さん。それではこのまま三次面接についてもお願いします。まずは三次面接の概要からお願いします。はい。面接方法、ウェブ、面接官、取締役1名。真面目そうな方でした。面接の流れ、自己紹介3分。自分の経歴説明5、7分。質問のキャッチボール、逆質問50分。私の経歴紹介に質問は一切なく、すぐに逆質問タイムが始まりました。が、そこで、ピーター・ロー流、ストーカー式面接官調査と要介調査、仮免気質が輝きました。ストーカー式面接官調査、何でしょうか？では、QA をお願いします。
企業が昨今みたいなカオティックエラーを乗り越えるためには、他企業を吸収して規模の経済、エコノミーオブスケールを作ることも良い選択肢であることが分かった。ただ、ベンチャー企業は買収合併がしたくても資金確保が困難する時がある。我々 FE はベンチャー、メガベンチャーに M&A 資金の確保、ディールの妥当性についてアドバイスするとき、どういうところをポイントとしてアドバイスする方がいいでしょう。小さい規模の会社は別チームで対応しています。畜生、終わったと思いました。でも、ベンチャーで働いている友人などが多いから答えられるよ。この後、ベンチャーキャピタルのレクチャーを10分程度聞きました。投資家、企業の M&A トレンドは2つで分かれると思います。1、親会社のインダストリーと関係ない、ノウハウもない、新しい企業を買収。2、親会社のインダストリーのバリューチェーンの垂直統合、水平展開できそうな企業を買収。正解はないと思いますが、この領域で経験が長い役員さんのご意見が聞きたいです。と質問し、M&A 時に考慮する事案についてディスカッション、レクチャーを15分程度しました。既存の資本主義は景気循環論に基づいて政府の関与が最小限で資本家の投資活動が割と自由でしたが、コロナ禍やリーマンブラザーズ、東日本大震災のように予測できない有事の際、政府が給付金を提供したり、金利を調整するなど、資本家の投資活動にブレーキをかけることが多くなりました。資本主義のトレンドが変わる今だからこそ、FE も変革が必要だと思います。FE が資本主義の変化に応じて顧客に賢明なアドバイスをするためには、どういった態度、姿勢が必要でしょうか。マクロのレクチャーが30分弱続きました。それが自分を内定に導いたと思います。アメリカの金利政策、それに反する日本の動きと国庫金の話、いろいろ話しました。すべて、はい、はい、と頷いて受け入れるではなく、その中で自分が従事していた物流が急変する資本社会にどういう可能性をもたらしてくるか、とか変な話いっぱいしました。マクロのレクチャーが終わったタイミングで、いろいろ業界や経済の勉強ができているね。ピー太郎さんは私がマクロ専門って分かってこの質問したんですか？と聞かれました。実は面接官が前職で書いた記事すべて読んでいました。そして最後に何か話したいことがあるかと聞かれて、私は本当にガリ勉で、スポーツも音楽も全然できないです。鋭い感覚や優れた話術とかもないです。自分には勉強だけが全てです。新たな革新、改革をクライアントに提供するにはまだまだ遠いです。ただ、自分が担当した筋の整合性と質は妥協しません。優秀な先輩と同僚にたくさん教えてもらって、それをきっちり自分のものにすることで、私が知っている知見の世界の地平を広げたい。それだけです。結果。ピー太郎さん、いつから働けます？なるべく早く就業させていただきたいと存じますが、引っ越しがあり、丸を始業日として希望しております。じゃあ〇〇からにしましょう。オファー出すから心配せずに待ってくださいね。と言われました。しかし、実はその直後にもっと良いオファーを別のファームからもらったので辞退しました。ピー太郎さん、おめでとうございます。内定素晴らしいですね。特に、最後にご自身の思いをストレートに伝えられている点、感動しました。面接を終えての感想をお願いします。1、質問のキャッチボールの中で、業界の知識、どれだけ志望者が準備できているか、財務知識のレベル、この業界での志望度や愛着を全て詰め込めて話せました。2、アイスブレイキングや雑談の時間が長かったですが、話の中で次の3つをもろもろ評価されているように感じ、一瞬も油断できなかったです。1、コミュニケーション能力。自分、志望者より年上の顧客前でもお話のキャッチボールをしていけるか、聞き、リッスンと話、トークのバランスが取れているか、自分の専門性をアピールしすぎる、差し出がましい態度していないか。2、プロフェッショナル。質問と話のレベル、逆質問の内容の深さ、基本的な財務知識。3、礼儀正しさ、時間厳守、服装。ありがとうございます。では、最後にこれから転職活動をされている方向けに、ピー太郎さんが転職活動を通じての気づきがありましたらお願いします。はい。1、エージェントを絞り、多くの情報をもらいましょう。エージェントに鞭を振って、面接官は誰になりそうかを聞いて、根掘り葉掘り情報をもらいましょう。面接官が分かったら名前をググって、リンクドインで探したり、面接官が執筆した記事を探して、専門分野、今後挑戦したい分野を探しました。これは客質問に超有効活用できます。業界への勉強は必須。業界の勉強に自分の知識を加えて、レベル高い逆質問をしましょう。プロフェッショナルに見えるので、偉いパートナーおじさんのお気に入りになります。面接はのど自慢大会じゃない。自分のいる意思、度キャン、能力をアピールすることも大事ですが、面接官と会社のワンツー、期待値も聞きましょう。会社のワンツーをベースにし、次の面接のアンサーを洗練させましょう。ありがとうございます。逆質問での気づき特に参考になります。多くの方がファームの特徴だったり、所属チームなどについて質問されている中で、面接官の思考に基づいて質問されておりますね。ピー太郎さん、今回は貴重な体験談をお話しいただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。私の体験談が皆さんの役に立てば幸いです。いかがでしたか？今回の体験談は外国人で日本のビッグ4を目指している方のみならず、数などの難易度の高い部門を受ける方にも大変参考になったと思います。また、随所にピー太郎さんオリジナルの面接対策も盛られており、非常にためになる動画でした。皆川 R チャンネルでは、あなたの転職体験談を募集しております。ピー太郎さんのように、自身の体験談を他の方の役に立ててもよいよ、という方は、ぜひチャンネル概要欄より、アンケートにお答えください。文字数に応じた報酬も用意しています。では今回はこれで、さようなら。